あやさん聞いて。すごい汗だくやね。早。今日早引き。学校から電話かかってきた。すいません、なんでいるんですか？戻ってきちゃいました。出戻りです、学校から。理由は？喉がね、おかしいって言ってね。花粉症で前から鼻おかしかったんだよね。で、最近鼻が詰まってるから喉がおかしいって言ってたんだよね。そしたら学校からお電話がありまして、喉痛だったら病院行ってお医者さんがいいって言うまで来ないでくださいと。ほぼほぼ花粉症ですよ、あなた。なんでかって言ったら感染源がないんですよ。ほんと感染源ないんだよな。だって今撮ってるの週末なんですけど、今週1週間あなた家から出ました？出てないよ。学校以外出てないんですよ。で、家族みんな異変がないんですよ。あなたもし例の病気だったらどっからもらってきたんですか？どっから持ってきたの？学校ぐらいしかなくね。学校しかないわけでしょ、しかもね、あなた今日どうしても学校行きたかったんだよね。体育があるのに。そう、体育前まではマット運動だったんだよね。嫌いな。そう、それを頑張ってようやくマットじゃなくてサッカーになったところ、どうしても行きたいって言って行ったら、何気なしに喉が痛くなったかもみたいなことを言って返されましたなんでこんな理由で返されんだよ。ね、まあね、花粉症って出ればもうそれでいけるので、で体育が3時間目なんだよね、で病院が9時からしか開かないから、かのさんを保育園に送ってってそのまま病院行って。でもそれじゃ遅いな。それはママに言われてもね。ラジオ体操はダメか。だって花粉症はなんともなんないじゃん。気合で治すしかないもんな。そう、熱もないし喉も赤くないからって。まあね、ちょっと心配なのは、もし花粉症じゃなかった場合に病気の方がまあ心配だから、あっちを疑うっていうのもあるんかなと思ったけど、ママは。再発って何？まあ、あなたはちゃいちゃい知らんちゃい。おとなしくしてください。はい、お兄ちゃんも行くよ。オッケー、グーグル。リビングのライトを切って。違う、車。もう車です。そうです。兄ちゃん病院なんで車です。はい、病院行くよ、もう。うんじゃなくてさ。さあ、かのさん置いてきました。はい。早く間に合うと思う。間に合わんと思う。結構1ヶ月の間がずっとくしゃみするよ。そう。だってもう豚草すごいもん。皆さん豚草ってわかります？豚草。この黄色いやつ、頭が。あいつこいつ。やばい。めちゃくちゃある。めちゃくちゃでかいのある。あれって花粉がアウトなんだって。でそれが今一番ひどい時期だから、その草が生えてる限り花粉症収まんないんだよね。やだわ。ぶっちゃけね。ぶっちゃけやだ。で早が花粉症っていうのも言ってあるし、だから分かってくれるかなと思ったけど、それじゃ通らんくて、多分知ってて言ってるんじゃないかなと思うよ。もしも収めてた。そう。保険。鼻水出て帰り。その子の親さんが1時にならないと帰れないって言ってたよね。ママたちみたいに家におるお家の人じゃないでお迎えが難しいんやろ。もうこれで花粉症だったら笑うよ、ママ。俺も笑うだっていうぐらい。絶対笑う。だからそれほどね、学校は気を使ってるんだって。これね、すごいところは、早の小学校って小学校の集団感染ゼロなんだって。今までね、この病気に対して人数が少なくって感染がね少ないっていうのがあるんだけど、それ以外に学校は徹底してやってるから感染ゼロなんだよ。保育園だって鼻水ダラダラの子何人おるか。クシューンって言ってさ、先生方がさ、こう鼻をはい拭くねって拭いた後にティッシュ入れて手洗って、またクシューンってクシューンしたのねって言ってやば、絶対レベル変わってる。こうちっちゃい子っていうのは自分で防御できないから、周りの大人が気をつけてあげないといけないんだよ。でそこまで徹底してて、
でママもさ冬ずっとそうなんだけど、手石鹸で洗った上に消毒するやんね。もうね手がねパリカリっていうのなんていうの、カリカリよね。あれ消毒液で荒れちゃって大変なんだって。それだけどやっぱやらないといけないっていうのがあって、はい、ということで病院到着しました。はい、戻ってきました。はい。今この時期さ、インフルエンザの予防接種なんだよね。だからちっちゃい子連れてる患者さんが多くって大変でした。で、結局何が原因かって言ったら、まあママたちが一番怖かった再発でもないし、例の病気でもありませんでした。花粉症で鼻が詰まって口を開けて寝てたところ、そこにばい菌が入って喉風邪ですね。という診断でした。僕でもな。咳を鎮める薬と、あと、鼻水が出てるから、それをちょっと抑える薬と、アレルギーを抑える薬な。まあ、喉の炎症とかも抑える薬が出たので、1日3食飲んでくださいとのことでした。そうですね。ってことは今日の夕方病院行っても問題なかったんですよ、やっぱり。そんなもんですわ。でもさ、これさ、喉痛が治るまで学校来ないでくださいって言われるの？言われねえだろ。言われんよね。どうしよう。お持ち帰りかな？お持ち帰りでもタブレットがあるんだよね。いや、どこにある？学校にある。だから取りに行かないといけないんだよ。必要なものは全部取りに行ったの。それちょっと今頃だけど心配になってきた。ちょっと聞くわ。マジで聞くわ。どっちやろう。帰ってきました。結局ね、どうなったかと言ったら、お医者さんがゴーサインを出したら学校に来れるっていう規定らしいです。なので、今回の場合は、受診の際に先生が、お昼の薬は学校で飲んでねっていう風に言ってくださったので、学校側も OK が出ました。体調面に気をつけるっていうのはあるんだけど、熱もないし、咳もなくって、本人が学校行きたいっていう希望があるのに学校に行かせられないっていうのはちょっとね、親としても心苦しい面があるので、まあね、今回は大したことじゃなくて、まあ良かったです。これ、あやさんに話したらなんて言われるかな。ちょっと夕方楽しみですね。さあ、私はおとなしでおとぎをするという無理ゲーに答えよ。ちなみにね、あやさん、はやのね、お菓子ボックス見たらね、ちょっとこれちょうだいよっていう。2個以上あるの多分。ごめん、2個しかない。学校から電話かかってきた。いつ？朝8時。うば行ったらすぐやない言ってたじゃんね、夕方に病院行くからって言って。そしたら、学校の先生に、喉が痛いかもしれません、みたいなことを言って。はい。で、病院行って、薬もらって、問題なかったので、学校また戻しに来ました。